皆さんこんにちは、じゅんです。今日は私が毎日でも食べたい大好きなお寿司についてご紹介します。この動画を見ればもちろん新しい言葉を知ることができるし、お寿司についてきっと知らない情報を手に入れることができるでしょう。今日知ったことをお友達や家族に話してみてね。それでは始めましょう。お寿司は今世界中で知られていて人気の料理ですよね。お寿司を食べたことがありますか？でもお寿司屋さんで食べるお寿司はなんていう魚？これは何でできているの？とかわからないことがあるよね。そこで今日は日本でよく食べられているお寿司を紹介します。まずお寿司って何種類ぐらいあると思いますか？お寿司の本を出版しているある専門家によると400から500種類以上あるそうです。これには私も驚きました。そしてお寿司といえばどんなイメージ？これは握り寿司と言います。握る。手でお寿司を握る。このように握り寿司以外にも巻き寿司、手巻き寿司、ちらし寿司、手まり寿司、柿の葉寿司などいろんな種類のお寿司があります。まずはみんながお寿司と聞いてイメージしたと思う握り寿司。これはシャリと呼ばれるご飯の部分とネタと呼ばれるマグロ、エビ、サーモンなどの部分があります。シャリ、ここは酢飯といってご飯に米酢、砂糖、塩が混ざっています。あと、こういう形のお寿司もよく見るよね。これは軍艦巻きと言います。小さく細長く握った酢飯の外側に海苔を巻いて、その上にイクラやウニなどを乗せます。この形が軍艦に似ているので軍艦巻き、このように呼ばれています。そして握り寿司と同じくよく食べられているのがこのように大きな海苔に酢飯を広げてきゅうり、卵、エビなどの具材を巻いた巻き寿司。巻くときはこのような細い竹を糸で編んだ巻きすというものを使って巻きます。他には日本の家庭でよく食べる手巻き寿司。ちょうど手に乗るくらいの大きさの海苔にご飯をのせてエビ、ツナマヨ、きゅうりなど好きなものをのせてくるっと巻いて食べるタイプのお寿司。ちらし寿司は酢飯の上に具材を散らす、つまり好きな具材を置くというスタイル。ここで私が選ぶ皆さんにぜひ食べてほしいお寿司をご紹介します。まずは握り寿司から。みんな大好きなマグロ。マグロには赤身、中トロ、大トロ3種類あって人気のあるお寿司の一つです。赤身は深い赤色、濃い赤色をしていて、この3種類の中で
一番安く食べることができます。中トロは赤身より脂が乗っていて柔らかい食感。脂が乗っているというのは、いい意味で脂がちょうど良いくらいあるということです。大トロは中トロよりももっと脂が乗っていて、きめ細かく口の中でとろけるような食感。こんな風に食べ比べできるお店もあるので試してみてね。世界中で人気が高いサーモン。脂が乗っていて柔らかな食感。お寿司はもちろんおいしいけど、焼いてもおいしいよね、サーモンって。私は炙りと言って、お寿司のサーモンを火で焼くのも好き。炙るというのは火を当てて焼いたり温めたりすることです。エビのお寿司大好き。エビのお寿司は何種類かありますが、よく食べるのはこのような蒸したエビと甘エビといって生のエビが2尾乗っているお寿司です。エビは1尾、2尾、3尾と数えます。ちなみにお寿司はどう数える？1個？1つ？違います。お寿司は1貫、2貫、3貫と数えます。次は卵。酢飯の上に卵焼き。この卵焼きは卵、だし、砂糖で作られていて、ちょっと甘くてとってもおいしいオムレツのようなものです。この卵焼きを玉と言ったりもします。皆さんの国ではイカを生で食べますか？生で、これは焼いたり煮たりしないでということですね。イカのお寿司はわさびと醤油で食べてもおいしいし、生姜と醤油で食べてもおいしいですよ。わさびや生姜のように生臭さを消したり、殺菌、菌を殺してくれて、さらに一緒に食べると口の中でもっとおいしくなる。このようなものを薬味と言います。わさびや生姜のほかには、例えば唐辛子、ネギ、しそなどがあります。新鮮じゃないと生で食べられないイワシ。他の魚ももちろん新鮮じゃないと生で食べませんが、特にイワシは傷むのが早い。新鮮じゃなくなるのが早いと言われています。こういうことをイワシは足が速いと言います。泳ぐのが速い、走るのが速いってことではなくて、悪くなるのが早いという意味です。イワシは水揚げされると、網で海から出るとすぐに死んでしまう。弱い。だから、イワシの漢字は、魚辺に弱いと書きます。あとは、イワシは小さくて、他の魚に食べられてしまうから弱いという説もあります。イワシのお寿司はわさびじゃなくて生姜とお醤油で
食べることが多いです。生のホタテ、プリプリしてます。わさびと醤油じゃなくて、塩とレモンで食べるのもおすすめですよ。タイは白身の魚で、あっさりとした味。味が強くないので、最初に食べるのがおすすめ。そして次にウニやイクラなど味が濃厚、味が強い、味が濃いものを食べて、後半にトロなどの脂が乗ったものを食べて、最後に巻き物、巻き寿司を食べるという順番がよく知られています。ブリ。ブリという魚は成長するごとに名前が変わる魚です。モジャコ、ワカシ、イナダ、ワラサ、ブリと呼び名が変わります。このように名前が変わる魚のことを出世魚と言います。出世とは会社で係長が課長になったり、課長が部長になったり、偉くなることを言います。ブリは場所によって、地方によって、つばす、めじろ、ハマチなどいろんな呼び方があるけど、全部同じ魚。ちょっとややこしいね。ここまででまだ食べたことがないお寿司があったかな？いろいろなお寿司を紹介してきましたが、ここでさっぱりするお寿司、私のおすすめ。芽ネギのお寿司。ちょっとお腹いっぱいになってきたら、ぜひ試してみてね。シャリの上に細いネギがたくさん乗っているシンプルなお寿司です。これまでは握り寿司を紹介しました。次は軍艦巻き2種類。軍艦巻きといえば、ウニとイクラかな？皆さんの国ではウニは食べますか？この見た目。今はよく知られているけど、有名だけど、昔初めてこれを食べてみようって思った人って勇気があるよね。私はウニが好きです。クリーミーで口いっぱいに海の香りが感じられます。口の中でとろけます。イクラって何の卵？そう、サーモンの卵ですね。プチプチと口の中で弾ける食感と、その後の濃厚なうまみが人気です。